こんにちは、木之内です。今日はアプローチのお話です。アプローチというのは玄関に至るまでの動線ですが、パブリックな道路とプライベートな家をつなぐ間のようなものです。家の中のことはよくよく考えることと思いますが、家の外のアプローチということはおろそかになりがちです。でもこのアプローチという街との間合いの良し悪しが結構生活に影響を与えているように思います。アプローチ空間は住まい手にとっては公と私を切り替える場所です。同時に他人からも見える場所ですので、住まい手の人柄を推し量ることができる場所でもあります。アプローチは家の表情を左右しますし、住まい手の街に対する配慮が現れる場所ではないでしょうか。道路からすぐに玄関の扉があると家の中が丸見えになってしまいます。見たくないものが見えてしまうのは不快なものですし、少なくともプライベートなものが見えないように配慮したいところです。今まで条件に合わせていろんなアプローチを設計してきましたが、改めて整理すると大きく3つのパターンがあるように思います。正面に玄関があるタイプ、そして折れ曲がって玄関があるタイプ、そして長いアプローチタイプの3つです。実例を見ながらご紹介しますので、ご自身の家でしたらどんなタイプが可能なのかイメージしてみてください。3つのタイプのうち1つ目は家の正面に玄関があるタイプです。このタイプは出入りするときに家の中が見えてしまうので、できたら避けたいプランです。最初の事例は正面が玄関ですが、少しへこませて軒下の空間を作っています。車を1台止める分だけ建物を奥へ引っ込めています。このアプローチを駐車スペースと分けるために、アプローチ部分は飛び石状にして周りに多摩竜を植えています。右手の隣の建物との間には黒竹を植えて隣の外壁を隠しています。茶室なんかでは昔から飛び石が使われていますが、理由としては人の歩く速度を遅くしたり立ち止まらせたりする意図があったのだと思います。この家でもわずかな時間ですが、少しゆっくり歩いて黒竹の緑を感じてもらえたらと考えました。それとやっぱり家の中が見えるので、それを緩和するために玄関の奥を中庭としています。こうすることによって扉を開けた時に家の中が見えたとしても、玄関と中庭だけなのでプライベートの露出を抑えることができます。次の事例も正面が玄関です。この家では玄関には何も置かないようにして見えても良い場所だと考えました。建主さんの了承を得て玄関を透明にして奥の庭まで視線が抜けるようにしています。本来のアプローチではないんですが、玄関や奥の庭も含めてアプローチだと考えて、外から庭の緑を見せることができました。外から見えない位置にプライバシーの保たれたデッキテラスがあるので思い切れたというところもあります。2つ目のタイプは玄関扉を道路の正面ではなくて90度折れた位置に設けるタイプです。最初の事例です。このくり抜かれた板の壁をくぐって左手を向くと玄関です。そして右手にイロハモミジを植えていて、出入りする時には必ずこのイロハモミジによって一瞬かもしれませんが自然を感じることができます。玄関から見るとこんな感じで道路からの目隠しにもなっています。アプローチ自体の距離はありませんが、ゲートをくぐったり壁に当たって立ち止まることで玄関までの距離を感じられるようにしています。次の事例は軒下にアプローチを設けたプランです。道路に勾配があって一番高いところからアプローチします。この階段を上がると片流れ屋根の軒下になります。ここを右に折れて少し歩くと玄関になります。階段を上がったり立ち止まって振り向いて数歩ですが玄関に至るまでの時間に、ここはネムの木を植えてますが、この緑を眺めることになるはずです。玄関の奥は中庭になっているので少し透かしています。この事例は同じように軒下空間を右に折れて玄関に入るんですが、正面が壁ではなくて庭にしたプランです。ガルバリウムの屋根を折って作ったこのスリットから奥の姫沙羅の木を眺めながらアプローチします。
囲ってやることでより守られた内部的な空間になっています。飛び石状のコンクリートの平板は先ほどと似ていますが、幅に余裕があったので少し軸をずらして一度立ち止まらせるようにしています。車1台分の奥行きと少し幅があればこんなことも可能です。次の事例は増築ですが、既存の蔵の前に四角い建物を2つ置いて、その隙間からアプローチするプランです。蔵の手前で右手の玄関から出入りするんですが、人一人がギリギリ通れる程度の幅にしています。アプローチの幅は奥行きや高さなどのバランスや大きな家具が入るかどうかとか、さまざまな条件から決まります。最後の3つ目のタイプは長いアプローチを設けるタイプです。アプローチはできるだけ長い方がいいと考えていますが、なかなか条件的には難しいことが多いのも実情です。そんな中でも長いアプローチを設けやすいのは、建物と臨地境界との間をアプローチとして利用するプランです。建物の外壁を少し寄せて幅を確保したり、場合によっては法律で外壁交代距離が 1.5 メートルとか決められている地域もありますので、そうすると逆にアプローチが設けやすかったりします。この事例は右側がガルバニウム鋼板で張った建物で、左手が臨地境界沿いに建てた基塀です。特に中庭を設ける場合は、アプローチを奥まで引っ張ってくるとプランに無駄がなくなる場合が多いので、こんな風なアプローチもよく設計します。この奥に緑があって誘われるように奥まで期待感を持って進めるので、長さはあまり苦にはならないと思います。この事例も建物と臨地境界沿いの塀との間をアプローチとした家です。敷地が約 1.5 メートル上がっていますので、階段で10段上がって、そしてフラットの部分があって、また3段上がるというふうに変化をつけています。建物との間に植えたコクマザサに導かれるように階段を上ります。正面のライトアップされたイロハモミジの前で立ち止まり、左手の玄関から家に入ります。階段の段数を稼ぐという意味合いもありますが、敷地の一番奥までアプローチを伸ばして敷地を目いっぱい利用しています。そして最後の事例は臨地境界との隙間ではなく、アプローチや中庭、テラスすべてを壁で切り取った家です。手前に格子戸を引っ込めるように設けていて、アプローチ空間は外部ですが内部のような構成になっています。格子戸を開けると両側を壁に囲まれたまるで路地のような空間です。進んでいくと左手に中庭が現れます。そこに植えられたイロハモミジを目で追うと3層に囲まれた空間があって、全体の構成を感じながら正面の玄関に到達します。ここでも敷地の一番奥の玄関までアプローチを引っ張っています。少しでも長く時間をかけてアプローチして、光を浴びて風を感じることで自然や季節の移ろいを感じてもらえたらと思います。そしてもう一つ最後に、これはあまりにも条件が恵まれていて該当するケースが少ないので番外編とでもしますが、長いアプローチとそれぞれの場所で特徴的なシーンを作ることができた事例です。正面の格子戸を入って山帽子や駒笹の緑を見ながら階段を上がっていきます。左手に人通りは少ないんですが細い道があるので、目隠しのために高い塀を設けています。このラインがアプローチの床面で、同じ位置までひさしが張り出しています。階段を上がって壁に当たって立ち止まるところでは左手の塀はなくなっていて、池の水面が目に入ってきます。そこから少し床面を持ち出しているので、道路を隠しながら水面に直接面しているように感じられます。池を眺めて一息つくと反転してこのアプローチを進みますが、この辺りでもう一度水面を見せて玄関へと導きます。こういったゲストをもてなすアプローチができるのは、別の住まい手専用の動線があってゲスト専用のアプローチを設けることができるということもあります。昔のお屋敷には客人専用の門がありましたが、
その現代版と言えるかもしれません。ロケーションにも恵まれた非常に稀なケースです。以上、正面からのアプローチタイプ、折れ曲がってアプローチタイプ、そして長いアプローチタイプの3つのアプローチを見ていただきました。できるだけ長いアプローチが取れれば最高ですが、そうはいかない場合が多いのは間違いないところです。それでも玄関に至るまでの間が大切だという思いがあれば、さまざまな工夫ができるはずです。アプローチ空間は住まい手の思いや、大げさに言えば生き方を表現できる重要な場所です。家の中のことだけではなくって、家の外のアプローチのことも一度考えてみてください。今回は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。